こんにちは。日本語教師の鈴木です。動画を見てくださってありがとうございます。この動画があなたの日本語学習のサポートになったら嬉しいです。ぜひコメント欄で感想も聞かせてください。今日は走れメロス、いよいよ最終回です。ローマ字の字幕や英語の字幕もあります。また、ダウンロードできる語彙リストやトランスクリプトもあります。ご利用ください。パート3では、メロスは約束を守るため、お城に向かって走りました。いろいろな困難を乗り越えたメロスでしたが、とても疲れて眠ってしまいました。日没まで時間がありません。走れ、メロス。パート4最終回をお楽しみください。走れメロス、太宰治。ふと水の流れる音が聞こえました。メロスはそっと頭を上げました。そして息を飲んで耳を澄ませました。すぐ足元で水が流れているようでした。メロスはふらふらと起き上がって目の前を見ました。岩の隙間から水がこんこんと湧き出ていました。小さな声でささやくように清らかな水が流れていました。メロスはその泉に吸い込まれるように身をかがめました。水を両手ですくって一口飲みました。ほーと長いため息が出ました。夢から覚めたような気がしました。歩ける。行こう。体の疲れが少しずつ消えていきました。それと同時にわずかですが希望が生まれました。それは自分の使命を果たす希望でした。自分を犠牲にして名誉を守る希望でした。夕日が赤い光を木々の葉に映していました。葉も枝もまるで燃えているように輝いていました。日没までにはまだ時間があります。私を待っている人があるのだ。少しも疑わず、静かに期待してくれている人があるのだ。私は信じられている。私の命なんて問題ではない。命を捨ててお詫びをしようなんて言っていられない。私は信頼に応えなければならない。今はただそれだけだ。走れ、メロス。私は信頼されている。私は信頼されている。さっきのあの悪魔のささやきは夢だ。悪い夢だ。忘れてしまえ。五臓が疲れているときは、ふいとあんな悪い夢を見るものだ。メロス、お前の恥ではない。やはりお前は真の勇者だ。もう一度立って走れるようになったではないか。ありがたい。私は正義の勇者として最後を迎えることができる。あ、日が沈む。ずんずん沈む。待ってくれ、ゼウスよ。私は
生まれた時から正直な男であった。正直な男のままで行かせてください。メロスは道を行く人を押しのけ、跳ね飛ばしながら走りました。まるで黒い風のようにまっすぐ前へ進みました。野原では朱宴が開かれていました。メロスはその宴の真ん中を駆け抜けました。酒を楽しんでいた人々は驚いて飛び上がりました。犬を蹴飛ばし、小川を飛び越え、さらに走りました。メロスは少しずつ沈んでいく太陽の10倍も速く走りました。メロスは一団の旅人とすれ違いました。その時、不吉な会話が耳に入りました。今頃はあの男ももう貼り付けにかかっているよ。ああ、その男のために私は今こんなに走っているのだ。その男の命を守らなければならない。急げ、メロス。遅れてはいけない。愛と誠の力を今こそ見せてやるのだ。メロスは全力で走りました。服はほとんど破れ、今はほぼ裸の状態でした。しかし、そんなことはどうでもよかったのです。メロスは息もできず、2度、3度と口から血を吐きました。遠くの方にシラクスの町の塔が小さく見えました。塔は夕日を受けてキラキラと光っていました。ああ、メロス様。うめくような声が風とともに聞こえました。誰だ？メロスは走りながら尋ねました。フィロストラトスです。あなたのお友達、セリヌンティウス様の弟子です。その若い石工もメロスの後について走りながら叫びました。もうダメです。無駄です。走るのはやめてください。もうあの方を助けることはできません。いや、まだ日は沈んでいない。ちょうど今、あの方が処刑されるところです。ああ、あなたは遅かった。お恨み申し上げます。ほんの少し、もうちょっとでも早かったなら。いや、まだ日は沈んでいない。メロスは胸が張り裂けるような思いで、赤く大きい夕日だけをじっと見つめていました。走るしかありませんでした。やめてください。走るのはやめてください。今はご自分の命が大事です。あの方はあなたを信じていました。刑場に引き出されても平気でした。王様が何度もあの方をからかっても、メロスは来ます。とだけ答え、強い信念を持ち続けていたようです。それだから走るのだ。信じられているから走るのだ。間に合うかどうかは問題ではない。人の命も問題ではない。私はなんだかもっと恐ろしく大きいもののために走っているのだ。ついてこい、フィロストラトス。ああ、あなたは気が狂ったのですか？それなら思いっきり走るがいい。ひょっとしたら間に合うかもしれない。走るがいい。言うまでもない。まだ
太陽は沈んでいない。メロスは最後の力を振り絞って走りました。メロスの頭の中は空っぽでした。何も考えていませんでした。ただ、わけのわからない大きな力に引きずられて走り続けました。太陽はゆらゆらと地平線に沈んでいきました。そして最後の光が消えようとしたその時、メロスは疾風のように形状に突入しました。間に合った。待て。その人を処刑してはならない。メロスが帰ってきた。約束の通り、今、帰ってきた。メロスは大声で形状の群衆に向かって叫ぼうとしました。しかし、喉が潰れていたため、しわがれた声しか出ませんでした。そのため、群衆の誰もメロスの到着に気づきませんでした。すでに貼り付けの柱が高く立てられていました。縄で縛られたセリヌンティウスは少しずつ上へ吊り上げられていきます。メロスはそれを見て最後の力を振り絞りました。まるで先ほど濁流を泳いだ時のように群衆をかき分けて進みました。私だ、ケイリー。処刑されるのは私だ、メロスだ。彼を人質にした私はここにいる。メロスはかすれた声で精一杯叫びながら走りました。そしてついに貼り付け台に登り、吊り上げられていく友の両足にしがみつきました。群衆はどよめきました。あっぱれ！許せ！人々は口々に叫びました。セリヌンティウスの縄はほどかれました。セリヌンティウス。メロスは目に涙を浮かべて言いました。私を殴れ。力いっぱい頬を殴れ。私は途中で一度悪い夢を見た。君がもし私を殴ってくれなかったら、私は君と抱き合う資格さえないのだ。殴れ。セリヌンティウスはすべてを察したようにうなずきました。そして形状いっぱいに響くほどの大きな音を立て、メロスの右の方を殴りました。殴ってから優しく微笑みました。メロス、私を殴れ。同じくらい強く私の方を殴れ。私はこの3日の間にたった一度だけ一瞬君を疑った。生まれて初めて君を疑ったんだ。君が私を殴ってくれなければ、私は君と抱き合えない。メロスは腕を大きく振り上げ、セリヌンティウスの頬を殴りました。ありがとう、友よ。二人は同時にそう言って強く抱き合いました。そのままおいおいと声を上げて泣きました。群衆の中からもすすり泣く声が聞こえました。ディオニソ王は群衆の後ろから二人の様子をじっと見つめていました。そしてしばらくして
静かに二人に近づき、顔をあからめながら言いました。お前らの望みは叶ったぞ。お前らは私の心に勝ったのだ。信じる心とは、決して虚しい妄想ではなかった。どうか私を仲間に入れてくれないか。どうか私の願いを聞いてお前らの仲間にしてほしい。その瞬間、群衆の間から大きな歓声が上がりました。万歳、王様、万歳。一人の少女が緋色のマントをメロスに差し出しました。メロスは驚いて戸惑いました。それを見た良き友が気を利かせて言いました。メロス、君は真っ裸じゃないか。早くそのマントを着た方がいい。このかわいい娘さんはメロスの裸をみんなに見られるのが耐えられないんだよ。勇者はひどく赤面しました。走れメロス、最終回いかがでしたか？コメント欄で感想をぜひシェアしてください。これからも一緒に楽しく日本語を学んでいきましょう。次のお話もお楽しみに。もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。